こんにちは、ミックスロジストの南雲です。焼酎ネクスト始まりました。今回ですね、出張編ボリューム5ということで、本日私がおりますのは鹿児島県市来串木野市にある浜田酒造さんの、金山蔵におります。すごい場所です。ここはですね、今回の出張編通してですね、焼酎の熟成にフォーカスしてきました。で今回なんとですね、坑道にある甕が熟成されている、そんな熟成庫に、今日は行ってみたいと思っております。本日はですね、薩摩金山蔵の杜氏の東條さんにお越しいただいております。東條さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。まずですね、この金山蔵について、あと浜田酒造さんについてお聞きしてもよろしいでしょうか。はい、浜田酒造はですね、3蔵ありまして、伝蔵院蔵、伝兵衛蔵、そして金山蔵なんですね。伝蔵院蔵というのはこう最新鋭の設備を備えた、大量生産型の工場なんですけれども、で伝兵衛蔵は明治時代の作りを再現した、甕仕込み甕貯蔵の蔵ですね。でここが金山蔵継承の蔵と我々呼んでますけれども、江戸時代の作りを再現した蔵になってます。江戸時代の作り。そうですね。江戸時代の作りってどんな作りなんですか。江戸時代の作りというのは、そうですね、今の焼酎作りのベースになってるんですけれども、丼仕込みという仕込み方、あとは蒸留機も兜釜式蒸留機という実際江戸時代に使われていた蒸留方法で蒸留実際に坑道の中で作ってます。なぜ金山蔵でここで作ってるんですか。そうですね、当社グループが本格焼酎を真の国酒、さらには世界に冠たる酒という計画のもとに事業を進めているんですが、この本格焼酎を語る上で薩摩を語るっていうのが重要になってくると思うんですけれども、この薩摩っていうのはこの江戸末期財政を支えていたのはやはり金で、明治以降もですね、日本の産業の礎になったこの金山っていうのを語ることで、焼酎とうまくリンクさせて伝えていこうという、表現の場としてここを整備したという経緯があります。もうここはある種の九州のこの鹿児島の歴史が詰まってるっていうことですよね。はい、その歴史の重要な場所で焼酎を作り、これすごいストーリーですね。そうですね。ということはこの歴史とリンクしてるってことですね。そうなんですね。この蔵っていうのは。はい、このやっぱり構内でそのお酒を作るっていう作りの面でもやっぱ違いが生まれるんでしょうか。そうですね。ここの蔵の中では黄金麹という特殊な麹菌使っているんですけれども、でその黄金麹で作った焼酎っていうのはやはり黒麹や白麹で作ったのとはもう全く違いますし、さらに中で貯蔵熟成させておくことによって他の焼酎とはまた差別化できるようなものになっています。構内の特殊な環境の中で寝かせることで、より美味しくなるということでですね。わかりました。構内じゃあこれから行ってみましょうか。トロッコで行くんですね。はい、楽しみです。私インディ・ジョーンズ大好きなんで行ってみたいと思います。さあ、坑道内入ってきました。はい、すごいですね。暗いですね。そうですね。ちょっと薄暗い感じがまた幻想的でいいんじゃないかなと。ここで今坑道の中は入ってどれぐらいの深さというかになるんですか。ここがトロッコちょうど降りられたところで700メートルだったので、そこから今多分100メートルぐらい歩いてきたので、ちょうど800メートルぐらいのところですかね。今ここがすごいもうなんか空気が違いますね。ちょっとアルコールの香りしますね。焼酎の香りと、あとあったかいですね。そうですね。だいたい気温は19度前後になりますので、非常に夏は涼しくて冬は暖かい、そんな場所。もう年間通して変わらないんですね。変わらないです。でここでその貯蔵この甕でしてるということですね。すごいですね。やっぱりこう圧巻ですね。そうですね。大体奥の方まで200本ぐらいの甕がずらっと並んでますので、サイズのものが。そうですね。1000リッターの甕。一番古いのだとその当初の2006年からですね、15年前後ぐらい貯蔵しているものがあります。すごいですね。この環境でやっぱり要は置いておくことの味の違いというのはどんなところですか。そうですね。今ここの坑道の中は太陽の光が届かない場所なんですね。つまりその紫外線が入ってこないということです。で、焼酎の貯蔵熟成において一番重要なことは
紫外線を当てない、劣化させないということが非常に重要ですので、最も適した環境、太陽光入らない、で温度も一定で、湿度もちょっとあると思うんですけれども、大体湿度も年間通して 80% 前後ありますので、なかなかこの好気成分が蒸発しにくい環境でありますので、もうこの3点揃っていると。なのでここの行動内っていうのは非常に焼酎の熟成貯蔵において最も適した環境だと言えます。大変そうですね。そうですね。この一本一本この亀持ってくるのがそうですね。地上から一本一本運ばないといけない。これを持ってきて、でまたこれを出すのも非常に大変ですね。2種類のお酒をご用意いただいてるんですけど、こっちの一つ、このボトルは瓶でここに貯蔵できる。そうですね。お預かりの焼酎になってまして、この表のラベルにメッセージを書いてですね、だいたい5年間ぐらいここのコードの中で瓶貯蔵しておいて、5年後にお客様のところに発送するというような形になってますので、例えば結婚記念日にいいですね、焼酎入れて5年後に家に届くとか、お子さん生まれた時にここに預けて20歳になったら飲みましょうとか、そういった使い方されるお客様もいらっしゃるんですね。そしてこっちの金桜で、なんとこの坑道の中で作ってるんですね。そうですね。お酒を。で、しかもここの亀に貯蔵したするようなやつを要は作って、要は外で作ったやつを持ってくるわけじゃなくて、この中で焼酎を作って、でこの亀に入れてるっていうのがこれですね。金桜。これで3年。この緑は3年以上貯蔵されています。すごいですね。この中で作りもどうなんですか、変わるんですか、この。そうですね。温度湿度が一定なので、焼酎を作る上においては非常に作りやすい環境ではあります。発酵しやすいですね。温度管理もしやすい。やっぱり夏場だと温度が必要以上に上がりすぎてしまったりとか、寒い時期だと発酵がなかなか進まなかったりっていうのがありますので、非常に管理はしやすい環境ではあります。もうここで作るそのお酒と、その地上で作るお酒っていうのも材料は一緒なんですか？材料は一緒です。麹だけ。そうですね。麹はここの金山蔵でしか使われていない黄金麹というものを使用しています。黄金麹っていうのは珍しいですね。初めて聞きます。そうですね。黒麹とか白麹は結構、ご存知だと思うんですけれども、黒麹から白麹に変異する過程で発見された種麹菌ですね。で、文献にも黄金色を呈するというのも書いてありましたので、この金山蔵を立ち上げた時にいろいろそういう麹菌とか、うち独自に使えないかなっていうのを探していた中で、そういう論文を発見して、いろんなメーカーと、種麹メーカーとも協力してですね、当社独自に開発したのが黄金麹と。その麹を使ってるのがこの金山。そうです。じゃちょっと早速テイスティングしてもいいですか？どっちからします？まずはそうですね、こちらから。行きましょうか。なんかいいですよね。ここ校内で熟成して記念日で送ってもらうっていうのは。そうですね。私なんかも実際に結婚記念日の時に入れて5年後サプライズで妻に届くとか。喜びました。喜びました。瓶内直製するっていうのがやっぱこの焼酎の一つの魅力ですね。そうですね。やっぱり。ちょっといただきます。でも甘いですね。でもすっごいフルーティーですね。フルーティーです。香りが。ちょっと爽やかな香りがすると思います。芋は何芋ですか？今黄金線。麹はこれも黄金麹。黄金麹。そうなんですか。全然すごくエステリーっていうか。そうですね。香りが高くて。美味しいです。飲みやすいですね。飲みやすいと思います。これもちょっと寝かしてあるんですか？そう、寝かしてますね。すでに。いいですね。度数がちょっと高いんですね、これ。どうかな。32度。でもあんまり感じないですね。そうですね。まず先ほど言った通り、ちょっとアルコールの刺激が熟成によって和らいでいる。和らぐと。いいですね。もうこれはここだけしか売ってない。売ってないです。はい。ありがとうございます。じゃあ次、金山蔵の方に。はい。じゃあいいですか。すみません。これ一般販売はしてるんですか？してます。
紹介します。イフはついて少しついてますね。少しついてますね、やっぱり。香りが独特ですね。独特ですね。これはやっぱ亀の香りですか？亀の香りももちろん入ってますね。不思議、なんか嗅いだことがない香りがします。うん。でも味はすっごいまろやかですね。これは 25% の商品なんですけれども、やっぱ3年熟成しているということと、亀に熟成しているという亀の味しますね。そうですね。しますね。これ結構わかりやすくしますね。しかもいい味がします。ミネラルというか、そうですね。ちょっとほのかにチョコレートっぽいような感じがしますね。これ亀のやっぱりから来る由来の味ですもんね。亀のミネラルの成分とか、そういうのが抽出溶け込むというか。これやっぱりこっちで熟成する亀と地上で熟成する亀で亀の出方も違うっていう。亀の種類は同じですよね。同じでもやっぱ環境が違うことによって出来上がる酒質っていうのも全く変わってきますので。すごいですね。やっぱ面白いです、本当に。同じ黄金麹を使っているんですけれども、瓶で貯蔵しておくのか、亀で貯蔵しておくかによっても全然酒質の違いが分かりやすいのかなと思います。そうですね。浜田酒造のお酒の魅力であったりとか、金山蔵の魅力っていうので、まだ視聴者の方でやっぱり飲んだことがない方とか知らない方もいっぱいいらっしゃるので、ちょっと最後にメッセージをお願いしていいですか。この薩摩金山蔵はですね、15年開業してから15年経つんですけれども、非常に他にない唯一無二というコンセプトで進めていますので、実際トロッコに乗って坑道内まで入ってこの壮大な亀が並んでいるところを見てもらうっていうのも一つありますし、熟成とともに服着たりという商品ですけれども、これを実際にご購入いただいてメッセージ書いて大切な方に送られるということもしていただきたいなと思ってます。その金山の歴史っていうのもここの蔵に来れば知ることも、資料館なんかもありますので、薩摩の歴史というのを体感していただければいいかなと思っています。ありがとうございます。もうロマンと歴史が詰まった金山蔵と。で、なかなかね、こんな体験できることないですからね。トロッコ飲んだらもうね、ただですから、インディ・ジョーンズみたいな気分に僕はなりました。子供を思い出しましたね。昔見てたんで。もうそういう多分、親子で来ても多分楽しいし、もう焼酎ファンの方もね、ぜひやっぱり、こんなとこで熟成してるなんてもう、やっぱりもう唯一無二ですから、ぜひ来てもいただきたいなと思います。今日は金山蔵からお送りしました。ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。ではまた。